皆さんこんにちは、ゆきです。今日からダイエットをしようと思って YouTube を始めました。サムネとタイトルにも書いたんですけど、5年間で24キロ体重が増えまして、ちょっとこのままではまずいなっていうことで YouTube をやりつつ食生活の改善ができればなと思っています。今までもダイエットは結構していて、大学入学ぐらいが多分人生のマックスで、ミニマムがちょうど5年前で、その差が30キロぐらいあって、忙しくて自然と落ちることもあれば、ジムとかに通ってダイエットしたりとかもしていて、割と増減は今まであった方かなと思います。今回体重が増える前にダイエットした時はパーソナルジムに通っていて、2回通ったんですけど、1回目は半年通って18キロ落として、そこから1年半ぐらい維持してから、もうちょっと落としたいなっていうことで、2回目は3ヶ月間パーソナルジムに通って9キロ落としました。その時に落とした分がもうほぼほぼ全部戻ってしまったので、ちょっともう一回どうにか最後にダイエットした時の体重まで落とせたらなと思っています。体重が増えた原因を考えてみたんですけど、もう圧倒的間食が理由で、ちょうど5年前からフリーランスで在宅で仕事をしてるんですけど、基本的にいつでも食べれる状況になっていたので、食事の時間にちゃんと食べるっていうことをしなくなってしまって、例えば朝だったらヨーグルト食べて30分メールチェックして、おにぎり食べて1時間仕事して、またちょっとお腹空いたからなんかお菓子をつまむみたいな。お昼も半分食べてちょっと仕事に戻って1時間後に残りの半分食べようと思うんだけど、なんかお腹空いててプラスでおにぎりも食べちゃうみたいな、結構ちょこちょこ食べたりプラスで食べたりっていうので、1日の消費量で考えると明らか食べ過ぎだよねっていう日を多々過ごしてしまい、今に至ります。あと仕事も5年前から家でやるようになったんですけど、人と会うことも本当になくって、なので人目がないからいいやっていう気持ちも結構大きかったなって思っているので、それもあって YouTube で公開することで、最初からいろんな人に見てもらえるとは思ってないんですけど、多少は人から見られてるかもって思う環境が後押しもしてくれるのかなと思って、今回ダイエットと YouTube を同時に始めることにしました。実は数年前に YouTube をやってたことがあって、その時は Vlog を上げてたんですけど、おしゃれな Vlog を撮ろうと思ってたらなかなか続けられなくて、でもいつかまた動画投稿したいなって思ってちょこちょこ準備はしていたんですけど、本当に今日の朝急に思い立って、今日からダイエットと YouTube やろうと思ったので、実は全然動画の中身とかも決めてなくて、食材も特に何かあるわけでもなく、なので今日の動画はどちらかというと家にある食材でちょっとダイエット意識してみたみたいな内容になってます。お水自体はもともと毎日2から 2.5 リットルぐらい飲んでて、この動画のやつはスタンレーのタンブラーなんですけど 0.88 リットル入るので、だいたい毎日2から3杯ぐらい飲んでます。家にあるものでダイエットを意識した朝ごはん作りをしていきます。今まで暴飲暴食は結構してるんですけど、野菜は上位レベルで好きで、冷蔵庫にはできるだけいつもいろんな種類の野菜を入れるようにしていて、ちょうどサラダを作ろうと思ってレタスを買っていたので、朝はサラダにすることにしました。家でサラダを作るときは付け合わせのサラダを作るよりもメインがサラダみたいなことが多くて、だいたい冷蔵庫にある野菜を大量に使って具沢山サラダを作ります。なので今回もメインとして具沢山なサラダにしました。ダイエットしてない時はシーザードレッシングとかごまドレを使うことが多いんですけど、今回はダイエットを意識するっていうことで水切りヨーグルトをドレッシングの代わりに使いました。過
去のダイエットでもヨーグルトをドレッシングに使うっていうのは結構やってて、特に水切りヨーグルトに塩を入れるとクリームチーズっぽい感じになるので、割とダイエット中でも濃厚な味付けのものが食べれていいかなって個人的に思ってちょいちょい作ることがあります。って言っても最近だと市販のドレッシングもノンオイルだったり脂質ゼロみたいなやつも結構増えてるんで、あんまりドレッシングには困らないような気もしつつ、やっぱ普通のドレッシングだとかけすぎちゃうので、やっぱ手作りした方がダイエット中はいいかなって思ったり思わなかったりで、気が向いた時は手作りしてます。今回はちょうど水切りヨーグルトがあったのと、せっかく今日から始めようって意気込んだところだったので、スタートぐらいはなんか手作りしようかなっていうので水切りヨーグルトを使いました。上に乗せてる具材は、切っただけの野菜と、あと人参は塩もみしたやつで、紫玉ねぎはリンゴ酢につけたやつになります。紫玉ねぎは動画撮るって決めてつけたのであんまり使ってなかったんですけど、だいたい1日ぐらいつけたらマリネっぽい感じになって結構美味しいです。あときのこはこれマリネなんですけど、前日にお惣菜で買ったやつがあったのでちょっとサラダにトッピングとして乗せました。焼き鮭も前日焼いたやつなんですけど残ってたのでタンパク質をプラスということで乗せました。炭水化物はさつまいもを切って入れました。さつまいもも前日スーパーで買って冷やしてから食べようと思って冷蔵庫に入れてたのでちょうど良かったかなっていう感じです。ということで急遽ダイエットご飯を意識して作ってみました。なんだかんだ野菜が結構あったのでいい感じにできたのではないかなと思います。ただ食べ終わって思ったんですけど、ちょっと量多かったなっていう感じなので次からは気をつけたいと思います。はい、ということでお昼ご飯を作っていきます。お昼ご飯は朝作ったサラダの残り野菜とか結構あったんですけど、2食続けてサラダもなっていうことでアサイがあったのでアサイボウルを作ることにしました。アサイボウルはたまに作るんですけど、作り方ちゃんと調べたことないんでなんか変だったらすいませんって感じなんですけど、私は水切りヨーグルトとこのコストコで買ったアサイをミキサーにかけて作ってます。ただ普段使ってるミキサーこれじゃなくって別のやつなんですけど、ちょうどこの動画に出てるミキサーが洗ったばっかりで目の前にあったのでちょっと使ってみたら全然アサイがちっちゃくならなくて結構失敗しました。というか数年前ぐらいからアサイがダイエットにいいみたいなのをよく聞くようになったんですけど、個人的に糖質の塊なのではって思ってるんですけど、どうなんですかね。ダイエットするって言ってアサイ作っときながらなんですけど、フレッシュなビタミンとかも取れるだろうし、ジャンクフードとかスナック菓子とかに比べたら全然いいと思ってはいるんですけど、なんかダイエット食としてアサイボウルが上がるみたいなのがあんまりよく分かってなかったりするんですよね。ただ今回はダイエットはダイエットなんですけど、なんというか例えばブロッコリーとささみしか食べませんみたいな、そういう極端なことをやりたくはなくって、短期間だけ慣れない食事をして一気にドンと体重を落とすっていうよりかは、将来的にも続けられるような食生活の改善っていうので、結果として体重も落ちていきましたみたいなことをやりたいので、ジャンクフードとかお菓子とかはちょっと控えようかなって思ってるんですけど、フルーツとか玄米みたいな食物繊維だったりビタミン C が結構取れるよねっていうものに関しては完全になしにするんじゃなくて、1日の量を見て調整しながら食べていこうかなと思っています。ということでお昼のアサイボウルが完成しました。トッピングはバナナと冷凍マンゴーと冷凍ミックスベリー、それからグラノーラじゃないけどそれっぽいやつとココナッツチップスと蜂蜜をかけました。美味しいけどお腹にはたまらなかったので午後結構お腹空いたなって感じでした。はい、ということで超空腹の中夜ご飯作りをしていきます。
買い物に行こうかなって思ってたんですけど、急遽夜オンラインミーティングが入ったので、とりあえず早い時間帯に冷蔵庫にあるものを使って夜ご飯作りをしました。最近おぼろ豆腐にハマってて、結構まとめ買いしてストックもあるので、今日はおぼろ豆腐を使ってお味噌汁を作ることにしました。夏場に汁物作る機会ってめったにないんですけど、なんかダイエットって言われたら汁物必須みたいなイメージがあるので、ダイエット中は、できれば汁物は作りたいかなって思ってます。ただルールとして最初に決めちゃうと多分後々窮屈になってきちゃうので、毎回作るっていうよりかは作る機会を増やすっていうのを意識しようかなと思っています。ということで今日の夜ご飯はちょっと作るものっていうのはさっきのスープのみだったんですけど、あとは残ってるものをお皿に入れていきました。炭水化物はご飯じゃなくてさつまいもが結構残ってたので、さつまいもを食べることにして、あとはこのきのこのマリネもあとちょっとだったので今日の夕飯に全部食べます。あとはさっき作ってたお豆腐のお味噌汁を入れました。ちょっとお味噌汁のつもりだったんですけど、水が結構蒸発していって、もう本当にほぼおぼろ豆腐みたいな感じの仕上がりになりました。見た目はいまいちだったんですけど、使ってる材料とか味はダイエットとしては合格かなっていう感じでした。これだけだと絶対夜お腹空くと思ったので、最後に納豆も添えて完成になります。ちょっと外明るくて何時なのって感じなんですけど、動画撮るのだけ早くてご飯食べた時間自体は6時半ぐらいに食べました。はい、ということで今日一日急遽思い立って今日から YouTube とダイエットをしようということで動画を撮ってみました。今後どういう動画を上げるかはこれから考えようと思ってるんですけど、この24キロを戻したいっていうので YouTube を始めることにしたので、もしよかったらチャンネル登録をして次の動画を待っていていただけたら嬉しいです。